今回は雪の撮影上手に撮る秘訣9つについてです。今週月曜日、東京でも雪が降りました。その時に撮影をした夜の降っている雪をメインに写真を見ながら解説をしたいと思います。まず1つ目のポイント、撮影モードはどれを使えばよいか。降っている雪をどのように表現をしたいのか、雪を止めてなのか流してなのか、シャッタースピードが大切になります。なのでシャッタースピードをコントロールできるシャッタースピード優先かマニュアルになります。シャッタースピードは50分の1から100分の1ぐらいからスタートした方が良いですよとか、125分の1秒、250分の1秒以上などいろいろと言われていますけれども、雪の落ちるスピード、カメラのセンサーサイズや装着レンズの焦点距離など同一条件ではないので、まずは50分の1秒で撮ってみて確認してから微調整してみると良いかと思います。ちなみに撮影時の雪の速さはこのような感じです。この時は珍しく雷もずっと鳴っていたので風も強いのがわかるかと思います。次に2つ目のポイント、ストロボやフラッシュを利用です。撮影をしてみると目で見ているよりも雪がいまいち映っていないと思ったことがあるかもしれません。そんな時はカメラ内蔵のフラッシュや外付けのクリップオンストロボを使用してみると雪がしっかりと映ります。フラッシュを強制発光させると数メートル先の雪まで光が届いて雪が明るく止まったように映ります。ストロボを利用するときに気をつけたい点が2つあります。ストロボの向きと距離です。まず向きですけれども、水平に光を向けると地面の雪に当たった光が強く目立ってしまったり、望遠レンズなど長いレンズで撮影をすると下の方に影ができたりしてしまうので、雪だけに光が当たるように上向きに角度を微調整してみることをお勧めします。この時はこちらに男性が立ってますけれども、この男性を見ていただくと上の方には光が届いてますけれども下の方に光がないので、この時はストロボを真上に向けて撮影をしています。また距離も大切です。被写体がある場合、近すぎると被写体に当たる光が強すぎて目立ってしまいます。またこの撮影した時はカメラがギリギリ濡れないように、かつ雪が目の前スレスレを落ちるように傘を後ろにして撮影をしています。なぜかというと、ストロボの光が目の前の雪に反射するとこのように大きく映り、光が届く範囲の大小さまざまな雪を映すことができるからです。そして被写体に近づくとカメラと被写体の間の雪が少なくなるので、レンズは望遠で距離をとって撮影した方が圧縮効果も相まって大きな木玉が増えて見えるようになります。ストロボがない場合は動画で見るとこのような感じです。一瞬で雪が見えなくなってしまっています。次に3つ目のポイント、雪を玉ボケ丸ボケで写すです。ポイントは2つあって、まずは絞りを開いて F 値を小さくしてピントの合う奥行き被写界深度を浅くすること。もう一つは前ボケ玉ボケを増やしたいなら遠くの方にピントを合わせること。また後ろボケの玉ボケだったりを増やしたい、その場合は少し近い位置にピントを合わせること。そうするとこちらの場合ですけれども、手前の丸ボケ玉ボケ、そして後ろの背景の方にもボケが出ていると思います。そしてピントが銅像と同じ位置のところにはくっきりと雪が映っています。もう一つは雪はコントラストが弱くなるので、もしオートフォーカスでピントが合いにくい場合はマニュアルフォーカスに切り替えてピントリングを回して調節すると良いです。あえて意図した位置にピントを置きたい時にもマニュアルフォーカスがおすすめです。こちらの場合はオートフォーカスだと木々にちょっとピントが合いがちだったので、遠くの方のここにピントが合うようにマニュアルフォーカスで射電を狙っています。次に4つ目のポイント、背景は暗い場所で。昼間など明るい時間帯だったり環境だったりすると雪が目立たなくなってしまいます。こちらの写真すべて見てみますと、こういう明るい部分は雪が目立ちません。なるべく背景が明るいところよりは暗いところだったり濃い色があるような、そのような場所を背景に利用すると目立つようになってきます。次に5つ目のポイント、光を利用するです。夜は背景が暗いので雪が分かりやすいのですが、ストロボの光が届く範囲の雪しか映りません。もっと雪をたくさん入れたいときは街灯などの光をうまく利用します。
もう一つメリットとしては、手持ち撮影だと手ぶれしないように ISO 感度を上げざるを得なくなり、画質が低下してしまいますけれども、街灯の明るさを確保することで ISO 感度をあまり上げずに撮影できるようになります。また逆光を利用すると雪の雫がキラキラ輝いたり玉ぼけになったりします。特に夜はストロボと明かりをうまく利用できるチャンスです。次に6つ目のポイント、色を添えてみるです。雪が覆うことで色が消えてしまい単調な仕上がりになってしまいがちですけれども、その単調さを生かして雪をキャンバスにして色がついたものを入れてみるのも良いかと思います。こちらは近くの街灯のおかげで結構明るく映っているんですけれども、赤いもみじを入れました。こちらはアメリカの伝説写真家ソウルライターの名作の一つですけれども、雪に映える鮮やかな赤い傘が目を引きます。次に7つ目のポイント、色を変えてみるです。またホワイトバランスを変えると簡単に一瞬で印象が変わります。こちらはホワイトバランスを電球白熱灯に変えただけです。反対に色が消えてしまうことを生かしてモノクロで墨絵の世界のように表現しても良いかと思います。次に8つ目のポイント、多重露光多重露出です。こちらの写真は1枚だけだと少し寂しいので、多重露光を重ね2枚を重ねて撮影をしてみました。この機能が搭載している機種は幻想的な独創的な表現が可能になるので、ぜひ利用してみてください。最初にベースになるものを撮影をして重ねる2枚目以降で玉ぼけやホワイトバランス違いなど撮影してみると良いです。最後9つ目のポイント、取り扱い注意点です。カメラとレンズの大敵な一つは濡れることなので、撮影時になるべく濡れないように気をつけてください。雨の日の撮影についての動画でも説明をしていますけれども、シャワーキャップや底を切り取ったジップロックをカメラやレンズにかぶせたりして防ぐようにします。私の場合ですけれども、移動時は前にリュックを抱えて、その中に入れて撮る時だけささっとリュックから出して撮影をしていました。もう一点注意が必要なのは結露です。メガネが寒い外から暖かい室内に入った途端に曇るように、カメラレンズも同じような現象が起きます。急激な温度変化が NG なので、帰宅したら暖房が効いていない玄関などにバッグに入れたまま2時間ほど置いて温度変化に順応をさせます。もしカメラやレンズが濡れた場合は外で水滴を拭き取ることも大切です。特にズームレンズの場合はズームにしてサイドを拭くことを忘れないようにしましょう。ズームをしたまま撮影をすると隙間から水滴が入ってしまいますので、ズームレンズを使うときは特に注意が必要になります。以上ポイント9つを解説をしました。首都圏は年に数回しか雪が降らないので雪の撮影のチャンスが少ないのですが、また次回降った時はぜひチャレンジをしてみてください。最後に動画もお楽しみください。